皆さんこんにちは。今回の解説では、台湾市場で化粧品を扱うなら絶対に避けては通れない巨大なパズル、製品情報ファイル、いわゆる PIF の安全性要件について解き明かしていきます。特に今回は OECD ガイドラインと台湾の公式要件をベースにして、皮膚刺激性試験と皮膚致敏性試験という実務で一番頭を悩ませる2つの大きなハードルに焦点を当てていきます。これらをどうやって乗り越えればいいのか徹底的に深掘りしていきますよ。さて、早速本題に入りましょう。まず、私たちが今直面している根本的なジレンマについて考えてみましょう。動物実験ができない中で、一体どうやってこの化粧品は安全ですって証明するんでしょうか。台湾では2019年に化粧品の動物実験が全面的に禁止されましたよね。これによって私たちブランド側は従来とは全く違う新しいアプローチ、つまり科学的な代替法を何としてでも見つけ出して POIF の中で証明しなきゃいけなくなったんです。今日の流れはこんな感じです。まるでローとジョーゴのように少しずつ焦点を絞っていきますよ。まずは PIF の全体像から入ってラボで行うインビトロ試験の詳細、そして最後は実際の人試験やデータ統合へと段階的に進めていきます。では早速、セクション1。台湾市場へ進出するための法的な土台となる台湾 PIF と安全性から見ていきましょう。台湾の規制ってここ数年で本当に大きく変わりましたよね。先ほども触れた2019年の動物実験の完全禁止。これが全ての始まりです。最終製品だけじゃなく、その原料も対象になりました。そして同時に義務化されたのが、この製品情報ファイル PIF なんです。皆さんご存知の通り、この PIF の中心であり、絶対に欠かせないのが化粧品安全性評価報告書です。企業は OECD の代替法とか、人試験、あるいは過去のデータなんかを駆使して安全性を証明しなきゃいけない。この動物実験フリーのルールができたことで、安全性報告書を作るのが台湾 PIF の中で最も重要で、そして間違いなく一番ハードルが高い部分になっちゃったんですよね。じゃあ技術的なディテールに踏み込んでいきましょう。セクション2、ブランドが最初にぶつかる壁、皮膚刺激性試験の代替法についてです。専門的なテストの話をする前に、ちょっと待ってください。すごく重要な2つの概念の違い、しっかり整理できてますか？皮膚刺激性と皮膚致敏性です。まず皮膚刺激性っていうのは、一回触れただけでパッと起こる即時的で局所的なダメージのことです。強い洗剤を触ってすぐに手が赤くヒリヒリする、あの感じです。一方、皮膚致敏性は全然違って、時間をかけてじわじわと発達していくアレルギー性の免疫反応なんです。最初は平気でも繰り返し使っているうちに体がこれは敵だと認識して過敏に反応するようになる。これ生物学的なメカニズムが全く別物なので、規制当局も完全に別々の代替試験を求めてきます。ここをごっちゃにしないことがすっごく大切なんですよ。皮膚の即時的なダメージ、つまり皮膚刺激性を見るために、私たちがまずチェックすべきなのが OECD439 というガイドラインです。これ、インビトロ、つまり体外での試験法なんですが、具体的には再構築人表皮モデルを使います。昔みたいにウサギの皮膚を使う代わりに、なんとラボで何層にも立体的に培養された 3D の人皮膚モデルを使うんです。これ本当に本物の人間の皮膚そっくりで、動物を一切使わずに化学物質がどれくらい細胞にダメージを与えるか、正確に見極めることができるんですよ。現代の科学がもう動物実験は必要ないって証明してくれた本当に素晴らしい例ですよね。さて、刺激性をクリアしたら、次はもっと厄介な問題です。セクション3、アレルギー反応を予測する皮膚致敏性へのアプローチに進みましょう。現代の最先端の方法を見る前に、ちょっと歴史を振り返ってみましょうか。昔は OECD406 っていうガイドラインが基準でした。これどういうものかというと、モルモットの皮膚に成分を直接塗ってアレルギー反応を見る、生きた動物を使った実験だったんです。でも、今の台湾の厳しい法規制の下では、こんな方法はもう絶対に選択肢には入りません。使えないんです。じゃあ、動物を使わずにどうやってアレルギー反応を調べるのって思いますよね。そこで登場するのが NAMS と呼ばれる新しいアプローチ手法です。
OECD の442シリーズを見てください。細胞を使うインビトロの試験である 442B、442D、442E、そして面白いのが 442C です。これ、インケミコって言って、もはや生きた細胞すら使いません。純粋な化学反応だけで、タンパク質とどう結合するかを見るんです。アレルギーが起こるまでの一連の細胞やタンパク質の反応を動物を使わずにピンポイントで高精度に測定できる。いやー、科学の進化ってすごいです。いろいろな数字や専門用語が出てきましたが、これを実務でどう使うかが一番重要ですよね。この表、コンプライアンス担当者向けのシートだと思ってください。即時的なダメージである皮膚刺激性を調べるなら OECD439 の 3D 皮膚モデル、そして長期的なアレルギー反応である皮膚致敏性を調べるなら OECD442CDE を組み合わせる。自分の製品の安全性評価に対してどのテストを当てはめればいいのか、このマッピングをしっかり理解しておくことが台湾 PAF を完璧に仕上げるための絶対的な第一歩になります。ラボでのテストについてはもうバッチリですね。では、次はいよいよ最終段階。セクション4、1パッチテストの基準です。ラボでのインビトロ試験をクリアした。やったー！で、それで終わりじゃないんです。ラボで成分の安全性が確認できたら、次は最終的な製品が現実世界で本当に安全か、実際の生きた人間でテストする必要があります。ここで台湾 FDA の化粧品人体皮膚範テスト規範指示というものすごく厳格なガイドラインに従うことになるんです。試験管の中のインビトロから実際の生体であるインビボへの非常に重要なステップアップですね。このパッチテスト、ただ製品を塗ってみるだけじゃないんですよ。プロセスがガチガチに管理されています。まず最初のステップ、被験者のスクリーニング。ここで妊娠中、授乳中の方や、すでに肌トラブルがある方はしっかり除外します。次にステップ2で、前腕や背中にパッチを使って製品をペタッと貼る。そしてステップ3、これが一番大事なんですが、24時間後とか48時間後といった決められたタイミングで、専門家が紅斑、赤みや浮腫、腫れを厳密にチェックします。この標準化されたプロセスをきっちり守らないと PIF のデータとして認めてもらえないんです。そしてこの台湾 FDA の公式な評価基準の表を見てください。めちゃくちゃ細かくないですか？0の赤みなしから4の激しい赤みまであるんですが、ここで注目してほしいのが 0.5 の存在です。はっきり赤とは言えないけど、ちょっと疑わしいなっていうわずかな反応すらも 0.5 として記録しなければいけないんです。安全性評価っていうのは個人の感覚じゃなくて、ここまで緻密で客観的な事実に基づいている必要がある。この細かい数字からその本気度が伝わってきますよね。さあ、いよいよ大詰めです。これまで集めてきた様々なテスト結果を一つにまとめる最終フェーズ、セクション5の PIF へのデータ統合に入りましょう。今までの努力がここで実を結びます。集めてきた OECD のインビトロやインケミコのデータと実際の1パッチテストの結果をガチャンと組み合わせる。そこに既存の毒性学の文献データなんかも足していきます。そしてここで絶対的なキーパーソンになるのが有資格の安全性評価員、セーフティーアセッサーです。彼らがこの分厚い書類一式に隅々まで目を通して最終的によし、安全だと判断して初めて報告書にサインがもらえます。彼らはいわば複雑な科学的データと厳しい法的ルールをつなぐ超重要なゲートキーパーなんですよね。このサインがあって初めてあなたの製品は台湾市場に飛び立つことができるんです。さて、ここまで一気に解説してきましたが、最後に皆さんにちょっと刺激的な質問をさせてください。皆さんの今の化粧品ポートフォリオはこの厳格な台湾 PIF の試験基準しっかり満たせていますか？動物実験が全面禁止された今、OECD の代替法と厳格な1パッチテストを完璧に統合することは、もはやできたらいいなという選択肢ではなく、絶対にやらなければいけない必須事項です。ご自身のブランドのテスト戦略が本当に台湾市場の最前線で通用するのか、ぜひこの機会に見直してみてください。今回の解説がその大きなヒントになれば嬉しいです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。